けましておめでとうございます。もうなんと2月になってしまいますが、新年一発目の動画ということで改めてご挨拶させてください。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。最近皆さんどうお過ごしですか？私の近況です。1月の中旬に定期検診に行ってきて、薬の増減はなく、とりあえず今のところは現状維持となりました。毎日寒くて体も動かしづらいのは相変わらずなんですけど、趣味のお菓子作りを最近すごい毎日のようにやってて、楽しみながら手先を動かしたり、あと夜湯船に浸かって入浴剤を最近ちょっとハマってて、いろんな入浴剤が最近あってとっても可愛かったり、ゆっくり使って疲れを癒したりしながら、辛い冬の時期になるべくストレスを減らす工夫をしています。実は新年早々に娘たちとディズニーシーに行ってきたんですね。この病気になってから初めてのディズニーでした。ディズニーリゾートって健康な人でも大きな敷地をぐるーっと歩いて回って最後はクタクタになるじゃないですか。で、最近腰痛がひどくって、長時間立っていると辛くって横にならないと。だから実は行く前から歩ききれるかなとか、ちゃんと楽しめるかなって結構不安だったんですね。今までだったらディズニーだ楽しみイエーイみたいな感じで無条件でワクワクしてたんですけど、こんな気持ちになったの初めてで、その時にやっぱり私病気なんだなってちょっと思いました。あまりにも不安で、腰痛で歩けなくなったらどこで休もうかなって、具合が悪くなったら皆さんどうしてるんだろうと思って、事前にいろいろ調べたりして、ベンチで座ってるのも寒いし、辛いし寂しいし、かといってどこかのカフェとかレストランとかに入っても長居するとご迷惑じゃないですか。横になれるわけじゃないし、あれこれどうしようかなって悩んでた時に、ふとディズニーリゾートってランドにもシーにも入り口近くに救護室があったなって思い出したんですね。最悪そこで休ませてもらえないかなと思って、私ちょっと最近別件で主治医に診断書をいただかなきゃいけないちょっと用事があって最近いただいたんですけど、手荷物の中にその診断書を忍ばせて、万が一具合が悪くなったらちょっとこういう事情でこういう病気を持ってて休ませていただけませんかっていう風にキャストさんに見せて、少し休ませてもらえたらなんとかいけるかなと思って、不安な気持ちが結構楽になって、結果的にディズニーシーでは朝から夕方までいて、特に腰痛で辛いとか具合が悪くなることもなく、ちゃんと楽しむことができたんですけど、大きかったのは、もし何かあっても助けてもらえる場所があるっていうことを事前に調べておいて、不安を潰しておくこと。私結構不安症なので、そういう選択肢というか、こういう風になったらここがあるよみたいな、そういう不安を潰しておくことって大事だなって思いました。病気になっても楽しむことは諦めなくていいっていうことです伝われで、一つ一つ不安をクリアしていけば、ちゃんと外に出て楽しむことができるっていうことを言いたかった。そんな風に思えた年始の出来事でした今年はこう付き合っていきたいなって思うこと、最近よく思うことがあります。それはパーキンソン病になる前の健康だった自分を基準にしないこと。
診断されて最初の頃はなんとか戻そうって私頑張ってたんですけど、やっぱり 100% 元に戻るっていうのはちょっと不可能なんじゃないかな。それなんだろう、諦めとかじゃなくって、この病気を受け入れて、かつもちろんこれ以上進行しないようにっていうのは全然諦めてないんですけど、ただやっぱりもう脳の中のドーパミンっていうのはどうあがいても減っていってしまってるから、健康な時の自分を基準にしてしまったら、ただただできなくなっていくことに対してずっと落ち込んでしまう。常にこれができなくなってきたとか、薬を飲んでもパーキンソン病になる前のように完璧に動けるようになることは正直なところ今の医療では難しいと思うんですよ。ある程度ドーパミンを補充してもね、やっぱりどこかこっちがちょっとマシになったけど、やっぱりここがまだ残っているとか、多分皆さんそうだと思うんですけど、お薬飲んでも多少どこかに妥協点はあるんじゃないかなと思います。なので多少どこかに不便さは残る。でもそれでよしとする。もうそれでいい。私は 100% 良くならなくっても不便さが、お薬を飲むこととかリハビリとかで改善されてきたなら、それは立派な効能だと思うので、それでいいと思います。長い闘病期間になるって言われてるこの病気、完璧を求めすぎたらやっぱね、落ち込んだりしてしまう原因になるし、心が持たないので、できないことではなくてできたこと、改善したことに目を向けるっていうことが大事かなと思っています。自分を褒めてあげたいです。焦らず一つ一つに向き合っていきたいなと思っています。リハビリに関しては今年は去年より運動を頑張るっていうのが今年の私の抱負です。一人だと挫折してしまいがち、ダイエットとかでもそうですけど、私今ここで宣言して、それでもやっぱりちょっと今日やめたとかサボってしまいがちになるとダメなので、よかったら皆さんも一緒にやりませんか？コメント欄で今日こんなことしてよとか、こんなこと頑張ってよとか教えていただけたら嬉しいです。みんなで励まし合いましょう。もちろんできない日があっても全然いいです。それは本人の怠けでもないし、この病気がそうさせてることですから、どうかそれは自分を責めないでほしいです。私もできない日は絶対あります。サボる時もあります。はい、めんどくさがり屋ですからサボりたくなる時があって、実際サボるかもしれないので先言っときます。なので気軽に始めましょう。少しでもできたらそれをみんなで褒め合いながら、幸せホルモンとかドーパミンをたくさん出していけたらいいなと思っています。次の動画は運動リハビリ前のストレッチを予定しています。もう2月に入ってしまうと思うんですけど、いよいよ運動していきます。私はやります。この病気になっていろんなところで運動大事だよって聞くと思うんですけど、本当に進行抑制に効果があると言われる運動をちょっと詳しくやっていこうかなと、定期的に動画にしていく予定ですので、皆さんもよかったら一緒にやりましょう。それでは今日のところはこの辺りで、なんか最近花粉飛んでませんか？私スギ花粉とヒノキ花粉のアレルギーなんですけど、最近下を向くと蛇口のようにポタポタ水鼻が出て汚い。
でもう飛んでるなって思ってますはい、そんな感じで寒い地域にお住まいの方、今年は大雪でご苦労が多いと思います。雪かきや路面凍結などで転んだりされないように、どうかお怪我にだけは気をつけて、くれぐれもお体ご自愛ください。それではね、もう早く春来てほしい。私はちょっと花粉の時期を飛ばしてほしいですけど、とにかく早く暖かくなってほしいですよね。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。